はい、こんにちは、ガトレです。一緒にストレッチやっていきましょう。片足を前にかかとだけついて、両手は太ももの上、胸を張ったまま体を前に倒していきましょう。30秒キープスタート。このストレッチでは、もも裏のハムストリングスという筋肉を伸ばしています。ストレッチの基本的なルールは、30秒間、痛気持ちよく感じる範囲で止まって伸ばすことです。意識してやっていきましょう。この動画を最後までやると股関節周りがしっかりほぐれて柔軟性がアップします。最後まで頑張りましょう。頑張ろうね。3、2、1。はい、OK。反対も同じようにやっていきましょう。両手は太ももの上、胸を張ったまま体を前に30秒キープスタート。うまく伸ばせないときは両手は近くの壁や台などに置いて安定した状態で行ってください。もっと伸ばしたいときはつま先は天井にしっかりと向けたまま、できるだけ胸を張って体を前に倒すようにしてください。3、2、1。はい、OK。また反対の足を前に出したら、今度はお膝を軽く曲げ、両手を床につきましょう。30秒キープスタート。このストレッチももも裏のハムストリングスを伸ばしています。両手が床につかないときは指先だけでもつこうとしてください。体を折りたたもうとするだけで太ももの筋肉はしっかりとストレッチができます。余裕があれば太ももに胸をぐーっと押し付けるようにより体を折りたたんでみましょう。3、2、1。はい、OK。反対も同じようにやってみましょう。足を入れ替えて両手は床に。30秒キープスタート。ここで大事なお話です。今体が硬くても実は大丈夫なんです。体はストレッチをしっかり続けていくときちんと誰でも柔らかくなっていきます。このチャンネルでは正しいストレッチのやり方を正しい順番で効率よくやる方法をお伝えしています。安心して最後まで一緒に頑張っていきましょう。3、2、1。はい、OK。今度は反対の足前に出します。ちょっと遠くに出しましょう。両手は太ももの上に置いたら、胸を張って上半身を前に押し出していきます。30秒キープスタート。このストレッチは後ろに引いた足の股関節、太ももの付け根あたりの腸腰筋という筋肉を伸ばしています。うまく伸ばせないとき、ストレッチをしている感覚が得られないときは、両手は壁や台に置いて安定した状態でやるようにしましょう。もっと伸ばしたいときは足をさらに遠くに出してしっかり胸を張って伸ばしていきましょう。3、2、1。はい、OK。反対も同じようにやっていきましょう。ちょっと遠くに足を出して胸を張って体を前に押し出す。30秒キープ。僕が今ストレッチをしているのはオーストラリアのシドニーにあるシドニー最古の公園ハイドパークです。後ろにあるのはセントメアリー大聖堂、オーストラリア最大のカトリック大聖堂です。次からのストレッチはより動きが大きくなっていきます。3、2、1。はい、OK。また足を入れ替えたら、両手をお膝の外側に、片手を開いて、胸は外側を向けて30秒キープです。このストレッチでは、さっきの腸腰筋がより伸びています。同時に背骨をねじることで背骨の動きも出しています。ハイブリッドなストレッチです。体勢がきつい時は何かにつかまりながらやりましょう。もっと伸ばしたい時は手をできるだけ開いて、自分の胸を真横に向けるように意識してください。3、2、1。はい、OK。反対も同じようにやっていきましょう。両手をお膝の外側に置いたら片手だけ開く。胸を外側に向けてキープです。だんだんきつくなっていきましたが、ストレッチの基本は忘れないように。30秒間痛気持ちよく目的の筋肉を伸ばすことが大事です。
3、2、1。はい、OK。次は四つん這いになりましょう。呼吸を整えながらゆっくり四つん這い。片足を前に出します。手の脇に置いて、両肘を床につこうとしてください。そのまま30秒キープスタートです。このストレッチでは前に出した足の内もも内転筋がストレッチされています。両肘がつかないときは、まずは片方の肘だけでも床についてみてください。自分の前に出した足と反対側の肘は床につきやすいはずです。余裕があれば両肘床についてみましょう。3、2、1。はい、OK。反対も同じようにやっていきます。反対の足を前に出して両肘を床につく。30秒キープスタート。今、後ろに見えている大きなタワーはシドニータワーです。高さは309メートル。シドニーの綺麗な景色が360度楽しめる展望台です。次にやるのはダイナミックストレッチといって大きな動きを反復して行うストレッチです。反動はつけずに大きな動きを繰り返してやっていきます。3、2、1。はい、OK。反対足に変えましょう。同じ方の肘を床に近づけてから天井に向かって伸ばす。繰り返していきましょう。床に近づけてから天井に向かって伸ばす。できるだけ大きく動いていきます。このダイナミックストレッチでは前に出した足の内もも内転筋を伸ばしながら背骨の可動域を上げていくことができます。3、2、1。はい、OK。反対も同じようにやっていきましょう。反対足を出して、まずは肘を床に、そこから天井に繰り返しましょう。ダイナミックストレッチのポイントは、反動は全く使わないこと。そして、できるだけ自分が動かせる範囲最大をゆっくりとしたリズム感のある動きで繰り返していくことです。基本的にはスタティックストレッチよりも負荷が高いストレッチになります。次はスタティックストレッチです。3、2、1。はい、OK。起き上がって両膝ついたところから片足を真横に出して反対の手を万歳。そのまま体を横に倒していきます。30秒キープスタート。このストレッチでは真横に出した足の内もも内転筋が伸びています。うまく伸ばせないときは何かにつかまりながらやってみましょう。余裕があれば真横に出した足、もうちょっとかかと外側についてください。つま先は正面を向けといてくださいね。そして体もより横に倒してみましょう。内ももがもっと伸びます。3、2、1。はい、OK。今度万歳した手をそのまま床について体を反対に倒していきます。30秒キープスタート。このストレッチでは万歳した方の手の脇腹の腹斜筋が伸びています。できるだけ体を横に倒してください。足は浮かないように気をつけて。ストレッチの基本覚えていますか？ 30 秒間痛気持ちいい範囲で伸ばすのが大事。意識してやっていきましょう。3、2、1。はい、OK。反対も同じように2種類やっていきましょう。まずは片足を真横に、同じ方に体を倒して30秒キープ。内ももの内転筋を伸ばしています。ちょっと余裕がなくなってきた時は深呼吸を意識してください。呼吸が浅くなっていると力みすぎていたり頑張りすぎていたりうまく筋肉を伸ばせていないことが多いんです。なるべく深呼吸を意識しながらやるようにしてみましょうね。3、2、1。はい、OK。そのまま万歳した手を床について反対に体を倒す。30秒キープスタート。脇腹の腹斜筋のストレッチです。
あと10秒。次のストレッチからさらに難易度が上がります。最後まで頑張っていきましょう。頑張ろうね。3、2、1。はい、OK。では一度立ってください。呼吸を整えながら次のストレッチに移ります。では両手は床についたら片足を前に出しますが、お膝は床につかないようにしてください。そのまま30秒キープです。スタート。このストレッチでは前に出した足の内ももの内転筋と後ろに引いた足の股関節、太ももの付け根の腸腰筋同時に伸ばすことができます。うまく伸ばせないときはお膝が軽く床についても OK です。余裕があればお膝はできるだけピーンと伸ばして少し胸を張ってみてください。あとちょっとです。3、2、1。はい、OK。では反対も同じようにやっていきましょう。足を入れ替えて30秒キープ、スタート。後ろに見えるのはシドニーの綺麗な海。その奥にはシドニーハーバーブリッジ。その麓にはシドニーオペラハウスが見えます。オペラハウスは1973年に完成され、2007年には世界遺産に登録されています。その特徴的な屋根の形はオレンジの革のカットから着想を得たそうですよ。3、2、1。はい、OK。次、反対の足に入れ替えたら両肘を床についてみましょう。30秒キープ、スタート。このストレッチはさっきまで伸ばしていた内転筋と腸腰筋をよりしっかり伸ばすことができます。ポイントはお膝を浮かしたらお尻にぐっと力を入れてその状態をキープすること。そしてしっかりと両肘を床につけることです。ちょっと体勢がきついですが頑張ってキープしてみましょう。あとちょっとです。3、2、1。はい、OK。反対足に変えて同じように両肘を床についてください。30秒キープ、スタート。うまく伸ばせないときはお膝は床について、まずは両肘を床につけることを目指しましょう。両肘が床についたらお膝を浮かしてみてください。あと10秒です。次はダイナミックストレッチ。3、2、1。はい、OK。反対の足を前に出してください。片方の肘を床に近づけてから天井に伸ばす。この動き繰り返していきましょう。このダイナミックストレッチでは前に出した足の内もも内転筋と後ろに引いた足の股関節太ももの付け根の腸腰筋を伸ばしながら背骨の動きを出していっています。うまくできないときは後ろの足のお膝は床についてもいいですが、余裕があればお膝をピンと伸ばして浮かしてやってみましょう。3、2、1。はい、OK。反対も同じようにやっていきます。反対の足を前に出して大きく動かしていきましょう。スタート。手を天井に。今度は床に肘を繰り返していきます。できるだけ大きな動きで繰り返すのがポイント。反動は使わないように一つ一つの動きを丁寧に繰り返していきましょう。あと10秒です。この後は立ってもも裏のストレッチを3種類やったら終わりです。3、2、1。はい、OK。ゆっくり立ってください。軽くお膝を曲げてから腕を組んでその肘を太ももの上にくっつけます。で、頭を下げてお尻を上げて30秒キープでスタート。このストレッチではもも裏のハムストリングスを伸ばしています。ポイントはできるだけ頭を下げてお尻を高く上げること。横から見て体を折りたたむように意識してみましょう。もも裏が強く伸びるストレッチですが、人によっては膝裏もしくはふくらはぎが伸びる人もいます。それでも OK です。3、2、1。はい、OK。一旦戻して難易度を上げましょう。手で足首を掴んで同じように頭を下げてお尻を上げる。30秒キープスタート。このストレッチももも裏のハムストリングスを伸ばしています。
ポイントも同じです。できるだけ頭を下げて、お尻を高く上げて、体を折りたたんでいきましょう。あと10秒です。深呼吸を意識してなるべくリラックス。3、2、1。はい、OK。もう一個難易度を上げましょう。今度は両手で太ももをがっちり掴んで頭を下げてお尻を上げる。30秒キープスタートです。ポイントは頭を下げてお尻を高く上げること。余裕があれば両手で太ももをがっちり掴んで自分の胸と太ももの前側の隙間をなくすようにしてみましょう。さあ、ここまで15分頑張ってきました。あとちょっとで終わりです。あと10秒。3、2、1。はい、OK。では最後そのままチェックしてみましょう。立位体前屈、床に手はつきますか？どうでしょうか？ちょっと柔らかくなったんじゃないかと思います。ということでお疲れ様でした。最後まで頑張りましたね。このストレッチをできれば2週間続けてみましょう。変化を感じられると思います。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。